川本洋介、その2。佐藤純子がこの店に現れてカレーライスを無銭飲食した時は気づかなかったが、俺は以前純子に会っていた。2年前会社が倒産して再就職のあてもなく落ち込んでいた俺は 110cc のスクーターを買った。あのスクーターで大磯のあたりまで行った時、海岸で俺と同じように落ち込んでいるらしい女子高生を見かけて後ろに乗せた。佐藤純子はあの時の女子高生だった。でも初めてここに来た彼女はあの頃とは違っていた。笑顔など絶対に見せないし、どこか後ろめたそうで、暗くて落ち着きもない。初めてここに来た頃の亮にどこか似ていた。林さんと亮が彼女にここで働く話を持ちかけた時、俺はまずいことになったと思った。ここに居つかれても給料は出せない。そして働かせて金を出さなければそれは違法なのだ。俺はすでに2人分のリスクを背負っている。もう増やしたくなかった。しかし結局俺には出て行けと言えなかった。それが良かったのかどうか今もわからない。少なくとも彼女はここにいたいらしい。少し愛想も良くなった。そしてこの店の労働力不足の問題も解決した。俺が違法行為をしていることを除けば今この店はうまくいっていた。佐藤純子はたまにこの薄情者という顔をして俺を見る。バイクの後ろに乗せたことを俺が覚えていなかったのが気に食わないらしい。今は思い出したが、いつかはそれを言った方がいいだろうか。この店を開けてからしばらくして俺は両親の仏壇に手を合わせるようになった。ここに帰ってくるまでは仏壇に手を合わせることなどあまりなかったし、墓参りにもほとんど行かなかった。
仕事が忙しかったし、関心を持っている余裕などなかった。でも実家に戻って自分の無力と向き合っていると神頼みがしたくなった。両親の仏壇は神様とは違うが、神様より身近だし、手を合わせやすかった。人間というのは不思議なものだ。今では一日に一度は手を合わせないと落ち着かない。手を合わせないと何か悪いことが起きそうな気がしてしまう。例えば林さんか涼か純子が病気にでもなって店を休むとか、ご近所の人たちの気が変わって客のバイクについて苦情が来るとか、客の入りが悪くなるとか、そんなつまらないことを想像してしまう。だから今日も手を合わせた。今日も無事一日が過ごせますように。時々別れた妻のことを考えた。あいつは今どうしているだろう。俺の都合で離婚した。だから本当なら慰謝料を払うべきだった。でもあいつがいらないと言ったからこの店を売らずに済んだ。もしあの時あいつが慰謝料をいらないと言わなかったら今のこの店はなかった。あいつは今どうしているだろう。俺を恨んでいるだろうか。今さら考えても仕方がない。でも俺はつい考えてしまう。俺はあいつに申し訳ないことをした。その日店に来た客が誰なのか気づいて俺は凍りついた。あいつだった。別れた妻だ。あいつは俺をちらっと見てちょっと笑顔を作った。空いている隅の席に座った。あいつに亮がお冷やを持っていく。どうしたらいいだろう。知らない顔はできない。かといって嬉しそうな顔をするわけにもいかないが、あいつと別れてもう2年になる。その間あいつがどうしていたのか俺は知らない。なんで今になってあいつはここに来たんだろう。あいつは俺がここにいることを知っている。小包も届いたし、だから偶然
ここに来たわけではない。あいつが注文したコーヒーは俺が持って行った。あいつの前にコーヒーを置いて斜め前に座った。久しぶりだな。俺がそう言うとあいつはうなずいた。どうしてた？なんとかやってる。なんとかというのは楽ではないという意味だろうか。あいつは店内を見渡した。いいお店ね。そう言われて俺も見渡してみた。いい店にしようとこれまでずっと努力してきた。でもこの店が本当にいい店になったのか俺には分からなかった。俺は知りたかった。今日彼女が来たのは何のためだろう。でもそれを尋ねることができない。尋ねるのが怖かった。当たり障りのない話をした。天気の話、近所であった出来事、客の様子、彼女が今住んでいるアパートのこと、彼女の職場での出来事。やがて彼女は腕時計を見た。そろそろ行かなくちゃ。そうか。いくら？金なんていいよ、と言いそうになったが、コーヒーの値段はおごられて嬉しい額でもないような気がした。300円。と俺が言うと彼女は少し驚いた顔をした。ずいぶん安いのね。努力してるのさ。と俺は言った。300円を受け取り俺は彼女を出入り口まで送っていった。出たところで彼女が振り返る。ねえ、また来るね。彼女が来れば2年前の自分と向き合わなければならない。彼女に辛い思いをさせた。無力な自分。でも来るなとも言えない。俺は笑顔を作ってうなずいた。結局彼女がなぜここに来たのかわからなかった。再生リスト13に続きます。